こんにちは、ごはん日記です。いよいよ12月に入り、これからクリスマスや年末年始、ちょっと特別なお料理をいただきたくなりますよね。というわけで、私も自分へのお疲れ様会、ご褒美ランチをしてまいりました。そして場所はまたまた正面に見えております帝国ホテル様。特別なお食事は特に失敗したくないので、帝国ホテルさんに即決。お料理、サービス、感染症対策、すべてにおいて安心して利用できる大好きな場所です。今回は日比谷駅からミッドタウンや宝塚劇場を通り、ホテルへ向かう様子をオープニングにしてみました。恒例のロビーの花チェックは食後にいたしましたので、よかったら最後までご覧いただけると嬉しいです。今回伺ったレストランは初めて動画にするお店です。おそらくこの後私は最高しか言わなくなると思います。めちゃくちゃ美味しい最高のお店をご紹介いたします。今回はメインではなく宴会ロビーの方から入館しました。2階に上がります。メインロビーの方を目指します。ちょうどこの下がメインロビーです。そのまま直進。今回伺いましたのはこちらルセゾンさんです。中にお邪魔します。それではメニューです。上から5皿、4皿、3皿。お皿の数を選びます。ちなみにこちらはランチメニューです。お皿の内容はこちらになります。基本はフィックスされたコースで一部変更することもできました。2番目ドラモットはブランドブラン、白ぶどうのみで作るちょっと爽やかでクリーミーなタイプのシャンパン、で本日のプレステーシャンパンはブーブークリコのランダン、ルツブルットクラシックです。酵母由来の少し酸味の効いたパンでございます。少し味わいとしては梅干しに近いようなそれぐらいの酸味の効いた。酸味は程よくお上品、もっちもちで外はカリカリ。めちゃめちゃ美味しいブレッドです。そしてバターはパンプリー。最高に美味しくてたっぷりつけていただきました。お待たせいたしました。食事前の一口オードブルアミューズブッシュの覚えでございます、はい、本日はこの缶の中にカンパチのタルタルが入っています、で周りのこのグリーンのクリームはクリームにピスタチオとそれから海藻ですね、こちらを合わせたクリームになっております、で上に砕いたピスタチオを入っております。小さいスプーンで手前のこちらでお召し上がりください。ブイヨンが奥深く塩味が効いてものすごくクリーミー。そしてそれに負けないカンパチの旨味。カンパチの油と食感がよりクリームを華やかにし、クリームを楽しむお料理かと思いきや、カンパチ自体もしっかり味わえる。もう最高としか言いようがない素晴らしいお料理です。アミューズがこれってもう規格外。めちゃくちゃ美味しい。本当にタイプです。
今注いでおりますのは玉ねぎで作ったスープですね。はい。玉ねぎのスープ。島に見立てたずっしりとしたメレンゲとスープに合わさっていくクリームの躍動感、そして踊るように盛り付けられた栗のチップにドスンと佇む栗のグラッセ。一皿に静と動、力強さと優しさを感じる、見ているだけで気分が躍る一品です。盛り付けだけでももう幸せ。五感が思いっきり刺激されております。本当に奥深いブイヨン。濃厚クリーミーなオニオンの旨味と香り。クリーミーといってもミルキーなクリーミーというよりは濃厚なクリーミー。奥の奥の奥があるこの深さと厚みに感動です。浮島は思ったより硬さがあり最高の食感。濃い味付けの濃厚スープがおソースのようになり、これもまた最高なのです。栗のチップはサクサクでクリスピー。メレンゲの食感と合わさると何とも言えない不思議な感じ。クリームの上のカルダモンと熱の実が加わると一気に冬のスープに変化してほんわか温かい印象に。スパイスの加減もちょうどよく、いろんなお味が楽しめる素晴らしいスープでした。ユリーというワイン、レッサンジャックというプルメークリューですね。少しこうリッチなコクのある。楽しみです。次の卵の料理とお魚まで全部いきますね。はい、ありがとうございます。5皿のコースにしましたので、前菜2皿目です。こちらは本日の前菜、ウフムーレットです。見るからに濃厚なのにすっきり凛とした空気感を醸し出している、なんとも美しいルックス。このインパクトのある黒い物体、一体何でしょう。正解は卵でした。この黒さはなんとトリュフのペースト。そこにさらに金箔をまとったゴージャスすぎる卵。白身はプリッと硬さがあるのに黄身は半熟です。おソースは信じられないぐらい濃厚で深く、突き刺さるようなシャープな強さがあり、これだけでもめちゃくちゃ美味しくて絶品。そこに卵が合わさるとシャープさがまろやかに変わり、もう悶絶級の美味しさで感動の一品です。濃厚でパワフル、もう本当に好き、大好きです。大好きといえばこちらも次のお魚料理のために作られたというブレッドですが、なんと海苔が練り込んであるという変わり種。しかも磯の香りがほんのりではなくしっかり。海苔がパンに合うなんて目から鱗。これは唯一無二、ハマる美味しさです。ちなみにこちらはホテルのショップでも購入できるそう。ショップのお気に入りに出会えて嬉しいです。お魚料理です。日高昆布に包まれていたのはあんこうのロースト。昆布は香りと旨味をつけるために使用され、テーブルに昆布のいい香りが漂っています。別添えで付け合わせもありました。こちらはカブのキャラメリゼとあん肝、磯の香りのクリームです。それではいただきます。あんこうのプリップリした食感が最高。
素晴らしい火入れで身と旨味がキュッと締まり、もうたまりません。度肝を抜かれたのがこちらのフォアグラに合わせたわかめのゼリー。クリーミーなおソースとフォアグラを磯の香りが包み込み、口いっぱいに旨味が広がります。最高のマッチングです。そして貝で取った出汁のソース、これはもう史上最強の旨味がガッツンときて、それでいてクリーミーな優しさもあり、美味しすぎてついマイのめりになっておソースに浸したくなるほどめちゃめちゃ美味しいです。そしてこれです。こちらはなんとカブの葉をぬけ漬けにしたもの。お味を分かりやすく表現すると高菜漬け、お漬物です。これがおソースやあんこうにすごく合い、感動感激。力強いフレンチから全くぶれずに、お皿の中では食材が生き、もう惚れ惚れしてしまいます。素晴らしいお料理です。そして昆布、香りと旨味付けのためと聞いていたので、ちょっと味見のつもりだったんです。ほんとエレガントにいただけない自分が嫌になるのですが、美味しすぎて止まらなくなりました。結果完食、美味しゅうございました。それでは付け合わせ参りましょう。こちらのカブもなんとぬか漬けにし、キャラメリゼされていらっしゃるそうです。ぬか漬けにすることにより生まれた酸味とクリーミーな濃厚さの中に、なんとカブの葉のオイルの苦みが効いて、なんともユニークな一品。カブの葉の苦みがこんな形でアクセントになるなんて、ここでもまた目から鱗。本当に素晴らしいお料理です。ありがとうございます。ワインはシャンパンナーと赤と白両方いただきたいことだけお伝えして、あとはお任せしました。個性を主張しすぎず、お食事と一緒にいただいてより良さを実感できるようなチョイスがすごくお上品で品格を感じました。こちらも同じく天然酵母で発酵したパンでございます。はい、ブイヨンで豚足を煮込んで、はい、骨から外しまして、それをフォアグラとかと一緒にこうまた形成して、はい、豚の背脂で包んで火を入れていくお料理でございます。はい。クラシックでパワフルなフレンチが大好きな私にはもうたまらない最高の一品です。お肉はもう旨味の塊。ゼラチン質の油とレンズ豆が合わさり、プルッとしながら柔らかく溶けていくようです。おソースはふわふわでクリーミー。見た目と食感は優しいですが、奥深いブイヨンの旨味と塩味がガツンと攻めてきます。本当に美味しくてめちゃくちゃ好みです。パワフルなフレンチがお好きな方は感激すると思います。本当ぜひ召し上がって私の感動を分かってほしい。デザート前お待ちの間の焦がしでございます。はい、ありがとうございます。右手の方からヌが、はい、右から2番目がレモンのタルト、はい、そちらがフィナンシェ、はい、最後がシュークリームですね。少し塩味を効かせたキャラメルのクリームです。はい。ここからは待ちに待ったデザートタイムです。こちらのヌガーをはじめ全体的に優しい甘さで、どれも丁寧に作られたお菓子ばかり。幸せなお味です。デザートの部類でございます。洋梨を使ったデザートです。はい。手前はこれ洋梨ですね。はい。で白いちょっと玉がありますが、これは洋梨をムースにして、周りはホワイトチョコレートでコーティングしてあります。はい。それからチョコレートはアニスの香り付けをしたチョコレートを使ってますね。お待たせいた
たしました。はい、ありがとうございます。デザートもサーブしてくださり、いただき始めると、お次はありがとうございます。チョコレートはビターとミルク、そしてオランジから好きなものを好きなだけ選ばせていただけるので、私は3種類を1つずついただくことにしました。チョコレートも他のスイーツ同様、お上品な甘さと濃厚さでいただきやすく、すごく美味しいです。さてさて、プレートに戻ります。こちらはホワイトチョコでコーティングされた洋梨のムース。食感もお味もふんわり柔らかく優しさを感じます。チョコレートの方は程よくアニスが香り、冬の訪れを実感させてくれました。美味しいスイーツがテーブルに並び、それをゆっくり味わえる幸せ感。ただただ幸せ。フレンチのこの時間の過ごし方、優雅で豊かですよね。しばし日常から解放され、癒されました。1年頑張った自分へのご褒美にレセゾンさんを選んで本当に良かったです。これで今年に感謝をして来年も頑張れそう。それでは本日のお会計はこちらです。ロビーのお花とクリスマスツリー、大人っぽくシックで素敵でした。クリスマスシーズンっていいですよね。温かい気持ちになります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録と動画が出たらお知らせがいくベルマーク設定をよろしくお願いいたします。それではまた次のご飯でお会いしましょう。